こんにちは、新藤紀美子です。前回個人的なお知らせをですね、動画でさせていただいたんですけど、その時にたくさんの方からですね、優しい励ましのコメントとかメールくださったりとかですね、いろいろそういうことしていただいて、本当に今までもらったことない数の、コメントでちょっとびっくりしたんですけど、すごく皆さんのね言葉が優しくて力になりました。はい、本当にありがとうございました。まだ本当はもうすぐ手術だって皆さんにねエールを送ってもらって、行ってきますってねすぐ行ったらちょっとかっこよかったのかなと思うんですけど、すいません、まだ2ヶ月ぐらいあって、はい、それまで、普通にただのこの私のチャンネルの運営を運営というか、まだ普通に撮るのではい、まあ、もしばしですねまたお付き合いいただいたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。で今日はこの五葉松の針金外しをただやるっていうそういう内容になると思います。でこれは去年の11月ぐらいかなに、普通にわーってなってるようなそういう木を針金軽くというか基本の模様をつけて曲げたものなんですけど、だいぶちょっとね食い込んできたのでそれを一旦外してみようと思っています。はい、結構この辺ですね、太い方の針金がしっかり食い込んできちゃってるんですよね。はい、秋になったら余計にこう太ってですね傷が深くなってしまうので、その前に外すと、今こんな風に針金かけてるとしっかり曲ついてるように思うんですけど、ある程度戻りますし、針金なくなるとですねやっぱちょっと寂しい感じになるんですよ。まだ畳みかけがまだ甘いというかですね、3年ぐらいかけとかないとしっかり曲つかないので、食い込んできたら外してまたかけ直すっていうそういう作業をですねやって完成に近づけていくみたいなそういう、感じで私はやっています。早速外していきます。針金は巻いた先から針金はこの枝先から外していくというのが基本ですね。でこう押さえながらこうやって外していきます。でこういう細かいところで指が入らないようなところはハサミでこう細かくチョキチョキ切って外していくと、そういう感じですね。はい、一番残念なのはこう針金外してる時に傷が深くなっちゃうとか、そういうのが一番やりたくないので、無理のないようにこう外していけば良いとそう思います。はい、よし取れました。傷はちょっとねここがちょっと深く結構めり込んでたんで、外したら少しね樹液が出てきた感じ、別に大丈夫なんですけど、あんまりこういう傷はつけたくないですよね。で針金はここは効いてなかったみたいですね。まだ枝も太っていないからだと思うんですけど、もっとこう下げてたんですけどもだいぶ戻ってしまう。だからちょっとねまた針金かけ直しをしようと思います。気になるところはやっぱこの下枝のこのちょっと伸びている枝をどうするかということと、ここの前回このなんていうか芯として作っているここがちょっと螺旋状でちょっと間抜けな感じがするので、ここをだいぶさらに、潰すような感じでこの余白をなくして、あと頭が強いので切ってもいいんですけど、五葉松はこう枝がなかなかできにくいというかできるだけ使いたいので、こっちをこの小さい芽を新しい頭にしてこの辺をなんとか後ろ枝に使えたらいいかなと、そういう計画で、まずは針金を全体的に巻いていきます。
針金は前回巻いたところ、ここにうっすら筋が入ってるんですけど、そこと同じところを巻かないようにしながら、逆向きに巻いてみたり、巻く位置をずらしてみたりとかして、傷がねちゃんと治るようにしてあげます。ここ1箇所から3つ枝が出てるので、使う枝だけ残して、今回真ん中使わないのでここを切ってしまいます。五葉松は車枝になりやすいから、1箇所から3箇所とか4箇所とか吹いてくるような場合は枝数を減らして、そうしないと枝元が太くなってしまうので、そういう不要枝、明らかにいらない枝は切っていくようにしたらいいと思います。あらかたの枝に針金かけたんですけど、前回は幹模様をつけるために太めの枝とかこう幹の部分にしか針金かけなかったんですけど、今回は枝先の方にも、針金追加して少しまた形を固めていこうということですね。ここですね、ここをグッとこういう風にグッと潰したいんですけど、このギョリギョリじゃなくて、なんかぐねぐねに曲がってるところって結構針金かけにくいので、こういうところを針金かけずに結束バンドでグッとね押さえたいと思います。まずそこからやります。このちょっと太めの結束バンドがあるんで、こことここか、こうやって通して、ここですね。でここで1回やります。で押さえながら締めていくという感じで、とりあえずこのくらい、ギュッとなりました。よし。で、当初はこういう感じの模様着っぽくしようと思ってたんですけど、ちょっと私のサイズ的にちょっと大きくなっちゃうので、少し畳みながら、角度的にはこのくらいで、この小枝を頭にしたいので、この枝は、差し枝というかグッと下げて、またおなじみの県外風なんですけど、これは下げる、一回下げる、ちょっとこっちに枝はこっちに振っといて、でこの頭になってるのは後ろにやると軽くですね。こういう流れかな。少し曲げていきたいと思います。で枝はまた全体的に下げてるんですけど、下がりっぱなしの芽はですね、自力で起きなくて、五葉松の場合はそのまますると弱ったりとかしてしまうので、こういうのはですね、芽起こしといって芽先を少しこういう風に上げてあげると、そういうのがね結構大事な作業にもなります。こんな感じでですね。よし、こんな感じで小さく割とまとまったんじゃないかなと。ちょっとこっち後ろらへんはちょっとピロピロゾーンがあるんですけど、なんかちょっとこの辺はちょっとまた隠さないといけないんですけど、こっちを一応前にしてたんですが、植え付け角度がちゃんとうまくいけばこっちを前にしても面白くなるんじゃないかなと思います。よし、これでまた1年ぐらい、回復させて、また細かい枝針金どんどん決めていって、完成に近づけていきたいところです。
でゆくゆくはこのくらいのちょっと一回り小さな鉢にですねこうやって植え付けてあげたら良くなるんじゃないかなと、そういうふうに思っています。はい、今日は、これで以上です。はい、はい、お疲れ様でした。ピロ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 。